動画をご覧いただきありがとうございます。今回は36歳で英語をやり直して1年半で仕事で英語を使う環境にたどり着くまでに使った参考書9冊を紹介したいと思います。まず結論として今回紹介する参考書はこちらの9冊です。この動画ではどの参考書を使ったかだけではなくて、どの時期になぜその参考書を選んだのかといったことを時系列でお話しします。また、英語学習を始めたばかりの頃に遠回りをしてしまった3ヶ月についても後半の方で正直にお話ししたいなと思います。英語の勉強を何から始めていいかわからない人や、これから英語を使って仕事をしたいと考えている人のお役に立てれば嬉しいです。今回の動画では冒頭に紹介した9冊を私自身の学習段階に合わせて4つのフェーズに分けて紹介していきたいと思います。まずはこの動画の中でも一番の土台となるフェーズ1の基礎固めの時期からお話ししていきたいと思います。まずフェーズ1で使った参考書はこちらの5冊。ジャンプスタート、速読速聴英単語ベーシック2400、オールインワンベーシック、金フレ、金のパッケージです。ただここで5冊もやらなきゃいけないのはちょっとボリューム多すぎないって思った方もいるかもしれないので、フェーズ1については中学から高校英語の基礎固めとTOEIC対策の2つに分けてお話をしていきたいと思います。前半の3冊で土台を作って、後半の2冊でTOEIC対策をしていくといった流れです。この時期の目的としては、英語の基礎力を作り上げるというものでした。その結果、2024年12月のTOEICでは785点を取ることができました。もちろんこの時点で英語がペラペラになったわけでは全くないのですが、基礎を作る段階としては納得のいく数字を取れたのかなというふうに思っています。ではここから参考書を順番に紹介していきます。まず中学から高校英語の基礎固めに使ったのがジャンプスタート、速読速聴英単語、オールインワンベーシックの3冊です。流れとしてはジャンプスタートと速読速聴英単語で中学の英文法単語を復習し、オールインワンベーシックで高校英文法を学ぶといった感じです。ではここからそれぞれの参考書をなぜ選んだのか、どのように勉強したのかをお話ししていきたいと思います。まずジャンプスタートについてですが、こちらは中学英文法を一通り学べる参考書です。これを選んで一番の理由としては、初心者でも挫折しにくいかなと思ったからです。この本には中学で習う文法を使った英文がたくさん掲載されているのですが、例文はとてもシンプルで、本の後半には文法の解説も載っているので、なぜこの文章になるのかといったことをちゃんと理解できます。しかも本自体はすごくコンパクトで、音声の質もすごく高いので、隙間時間にもサクサクと進められるかなというふうに思います。中学英語から本気でやり直したい人にはお勧めできる一冊です。ここで勉強の進め方について一つ補足をさせてください。この時期には複数の参考書を同時に進めるのではなくて、一冊を仕上げてから次に進むという流れで勉強していました。なので中学から高校英語の基礎固めで使う3冊については一冊ずつ仕上げていったという認識で動画を進めていただければと思います。その上で次に取り組んだのが、こちら速読速聴英単語ベーシック2400です。この本は単語帳ですが、長文を読みながら単語を覚えていくタイプの単語帳です。長文ごとに初対面の挨拶とかレストランでの注文とかテーマが決まっているので、場面をイメージしながら単語を覚えられるのが最大の特徴かなと思います。ただ後半に進むにつれて文章の長さがかなり長くなってくるので、ジャンプスタートと比べると周回するのにかなり時間がかかって少し大変です。ただ私の実感としては、ここで少し長めの文章に慣れておくことで後々のTOEIC対策にもつながった印象があるので、この単語帳を選ぶ方はぜひ根気強く進めてみてください。どうしても長文がきついと感じる場合は、前半の方にある短めの文章を何度か回してから後半に進むといったやり方も全然ありだと思います。中学英語の基礎を固めた後に行ったのがこちらオールインワンベーシックです。この本は高校英文法を一通り学べる参考書です。文法がメインですが、単語や熟語、例文も豊富に掲載されているので、高校英語の基礎をまとめて整理するのにかなり役立つ一冊だなって感じています。音声の質も高くて、英語特有の音のつながりを理解するのにも役立ちます。音声は公式アプリとか公式サイトで聞けるのですが、公式アプリは音声を聞く際にはすごく使い勝手がいいので、個人的にはアプリを使うことをお勧めします。一方で1ページにギューッとかなり情報量がまとまっているので、読み進めるのは少し大変だなと感じる人もいると思います。
ただ、1回で理解しようとするのではなくて、ペースを決めて、そのペースに従って淡々と進めていくことで、高校英文法を無理なく一通り抑えることができました。中学英語を復習した後に、高校英文法までを一気に整理したい人には、すごく相性のいい一冊だと思います。ちなみにオールインワンベーシックは中学から高校英語の基礎固めの時期だけではなくて、英会話を強化していた時期とか、英語を使って仕事をしている今現在でも時々読み返したりします。英語の学習が進んでから読み返すと、これってこういうことだったのかと理解が深まることが多いですし、TOEIC 対策中に忘れてる文法が見つかった時にも立ち返れる一冊でした。なので、最初の段階で完璧に理解しようとせずに、長く付き合っていく文法書という認識がいいのかなというふうに思います。ここまでが中学から高校英語の基礎固めのフェーズでした。文法や基礎的な語彙を一通り復習した後に取り組んだのが TOEIC 対策です。ここからはフェーズ1の後半として、TOEIC 対策で使った参考書2冊を紹介していきたいと思います。まず1冊目がキンフレです。キンフレは TOEIC に特化した単語がスコア別に掲載されている単語帳で、TOEIC 対策には定番の一冊かなというふうに思います。ここ最近は新しい TOEIC の単語帳が続々と出版されていますが、私は正直新しい TOEIC の単語帳に関してはまだチェックできていないです。ただ、キンフレで学んだ単語はオンライン英会話とか仕事中に使うこともありますし、少なくとも勉強を始めて1年半で英語を使って仕事をできるようになるまでに大きく貢献してくれた単語帳だということは断言できます。キンフレはやっぱり何度も周回するのが一番大事だなというふうに思っていて、私の場合は1日100単語を目標に毎日読み進めていました。ここで一つ勉強法について補足すると、TOEIC 対策に入った時期からは、それまでの基礎固めの時期とは少し勉強法を変えました。中学から高校英語の基礎固めの術は1冊ずつ仕上げてから次に進んでいたのですが、TOEIC 対策ではこれまで学んだ単語や文法を思い返しながら参考書同士をリンクさせるイメージも同時に持っていました。例えば、キンフレで単語を覚えているときに、この単語オールインワンベーシックにも載っていたなと思ったときには余白にメモを書き込んだりしていました。こうやって単語と文法を行き来しながら勉強することで、知識が点ではなく線でつながって記憶にも残りやすかったなと感じています。続いて紹介するのがこちら、金のパッケージです。金のパッケージには各パートの解き方の解説と演習問題、あとは1回分の模試も収録されています。なので、金のパッケージは TOEIC の全体像をつかむのには最適な一冊だと思っていて、初めて TOEIC を受ける人とか、あとは久しぶりに TOEIC を受ける人にはぜひ手に取ってほしい一冊です。個人的に金のパッケージの気に入っているところは語彙を増やせるところです。特にパート5やパート6の解説に含まれている前置詞とか接続詞、あとは接続副詞なんかはオンライン英会話仕事中に使うこともありますし、前置詞や接続副詞を使うようになったことで英語のレベルがちょっと上がったような感覚がありました。語彙は基本的にはキンフレで増やせるのですが、違う参考書で同じ単語や熟語に出会うことでより記憶に残りやすい印象もありました。また、金のパッケージもやっぱりボリュームがある一冊なので、一周しただけで全部理解するのは多分かなり難しいと思います。私の場合、金のパッケージは口述する TOEIC 強化の時期にも使っていたので、オールインワンベーシックと同じように長く付き合っていく参考書というふうに捉えてもらえるといいのかなって思います。ここまで英語の基礎を作り上げるフェーズとして5冊紹介してきましたが、この基礎があったからこそ次のフェーズでアウトプットにスムーズに移れたのかなというふうに感じています。実際基礎を固めたことで、冒頭お話した通り、2024年12月末の TOEIC で785点を取ることができたので、点数としても着実に成果が現れた実感がありました。ここまで紹介した5冊の勉強法については、以前にも動画を作成しています。概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方は後ほどぜひチェックしてみてください。ここからはフェーズ2のアウトプット期に入っていきます。この時期の目的としては、ここまで積み上げてきた基礎を踏まえて、英語を使うことにフォーカスをしていきました。このフェーズで使った参考書は、こちら、DUO 3.0 の1冊だけです。この時期に意識していたことは大きく2つあって、1つ目は日常英会話に即した語彙を広げること。2つ目はオンライン英会話で実際に使っていくことです。そこで選んだのが DUO でした。DUO は1つの例文の中に複数の重要単語とか表現がまとまって入っている単語帳です。少ない例文でたくさんの単語やフレーズを覚えられるというのが最大の特徴かなと思います。実はこの時期に購入する単語帳として DUO の他に
ディスティンクション2000も候補として考えていました。実際に書店でどちらも手に取って読んでみたのですが、当時の自分にはディスティンクション2000はちょっとレベルが高すぎるかなというふうに感じたので、デュオを選んだという流れです。ディスティンクション2000は口述する仕事を見据えた実践の時期で最終的には使うことにはなるのですが、実際に使ってみた感想としても、やっぱりデュオと比べるとちょっとディスティンクション2000の方がレベルが高いかなっていうふうに感じました。なので個人的にはデュオは中級者向け、ディスティンクション2000は中級者から上級者へステップアップしたい人向けといったイメージを持っています。話をデュオに戻しますが、これまで使ってきた参考書の中でおそらく一番音声を聞き込んだ参考書かなというふうに思います。オンライン英会話や仕事の準備として、これって英語で何て言えばいいんだろうっていうふうに考えるときに、確かデュオにこんな感じの表現が載っていたなと、自然と頭の中に浮かぶことがとても多いです。フェーズ1で基礎を固めたことで、デュオの例文もただ暗記するのではなくて、これ実際に使えそうだなとか、次の英会話で使ってみようとか、アウトプット前提で取り組めるようになった実感があります。なので私にとってデュオはアウトプットをする際の基準となってくれる教材になったかなというふうに実感しています。ここで語彙と表現のストックを増やせたことで、英語を使って仕事をする場面でもなんとかやっていけてるなというふうに思っています。デュオの具体的な使い方についても以前動画を出しています。こちらも概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。続いてフェーズ3の TOEIC 強化期についてお話ししていきたいと思います。このフェーズでは英語力の底上げっていうよりかは TOEIC の点数を上げるということにはっきりとフォーカスをしました。その結果855点まで点数を積み上げることができました。この時期に使っていた参考書は公式問題集の11とデルセンの2冊です。まず紹介するのが当時の最新刊だった公式問題集11です。実はそれまでは公式問題集っていうのは使ったことがなかったです。ただこれまでの勉強法を振り返った時に、ここから点数を伸ばすには本番レベルの問題で強化する必要があるというふうに感じて公式問題集を手に取りました。公式問題集はリスニング、リーディングともに本番と全く同じ形式ですし、使われている語彙のレベルもやっぱり高いので、TOEIC 対策としてはやはり欠かせない一冊なのかなというふうに思います。実際にこのフェーズでは公式問題集をかなりやり込みました。特にリスニング対策ではパート3やパート4のスクリプトを使ってオーバーラッピングを重点的に行ったことで、2025年4月の TOEIC でリスニングでは455点を獲得できました。かなり地道で大変な作業ではありましたが、TOEIC で点数を取りに行くという意味では一番効果を感じた教材です。続いて紹介するのはデルセンです。この本を使った理由は当時パート5が明らかな弱点だったからです。正答率自体はそこまで悪くはなかったのですが、回答スピードが遅く、本来10分ぐらいで解くのが目安とされているパート5で20分も時間がかかっていました。そこでパート5を集中的に鍛えるために選んだのがデルセンです。デルセンに取り組むまでは文章を単語とかフレーズとかでなんとなく捉えている感覚だったのですが、この本を通して文構造を捉える訓練をしたことで文章の見え方がかなり変わってきました。結果的にパート5の回答スピードが上がっただけではなくて、長文を読む時のスピード感だったりとか、内容理解の正確さとかも上がった実感があります。これは TOEIC 対策に限らず、今仕事で文章を読む時にもかなり役立っている実感があります。TOEIC 公式問題集とデルセンはどちらも目的がはっきりしているので、TOEIC のスコアアップを狙うにはかなりの要所だと思います。この2冊についても以前動画を出しているので、ご興味がある方は概要欄からぜひチェックしてみてください。ここからフェーズ4、仕事を見据えた実践の時期の話になるのですが、その前に番外編として勉強を始めて最初の3ヶ月にあった失敗談をちょっと共有させてください。時系列的にはフェーズ1の前に入る時期です。実は英語の勉強を始めたばかりの頃は基礎をすっ飛ばしていきなり TOEIC の対策から入っていました。実際に使った参考書はすでに紹介した金フレと金のパッケージの2冊です。当時は大して下調べもせず、有名な先生が書いた本だからという理由で手に取っていました。ただ特に金のパッケージについては解説の文章を読んでも全然意味がわからなかったですし、語彙のレベルにも全くついていけてませんでした。正直かなり遠回りをしたなというふうに今では感じています。
とはいえ当時もうすでに TOEIC の申し込みは済ませていたので、もうこのまま進むしかないなと思って勉強を続けていました。その結果、初めての TOEIC のテストでは585点という結果でした。この点数がいいかどうかは置いといて、英語を話せる実感は全くなくて、しかもテストの内容もほとんど理解できていない状態でした。なので、これから英語をやり直す人には、この動画で紹介しているフェーズ1のように基礎から固めることを強くお勧めします。話を本題に戻して、フェーズ4の仕事を見据えた実践の時期のお話をしていきたいと思います。この時期に使った参考書は Distinction 2000の一冊です。ちなみにこのフェーズ4は英語面接を何とか突破して英語を仕事で使うことが確定した時期になります。つまり勉強のゴールがテストや練習ではなくて完全に実務に切り替わったタイミングです。この段階で感じたのはリスニングもスピーキングもまだまだ不十分だなということです。ただここで考えたのはスピーキングに関してはここまで学んだ単語とかフレーズをつなげていけば多少ぎこちないにしてもなんとか伝えられる可能性はある。ただ一方で相手の話が聞き取れないと全く仕事にならないだろうなということです。この考えをもとにまずはリスニングを最優先で強化しようと思って手に取ったのが Distinction 2000です。Distinction 2000は DUO と比べるとレベルが少し高いなという風な実感があって、個人的には中級者から上級者にステップアップしたい人向けといった印象です。具体的には見出し語としては載っていないけれど、文章の中で自然と使われているイディオムだったりとか、少しアカデミックな文章とかは自分で調べないと理解できないものもかなりあって、正直最初は大変でした。音声もこれまで勉強してきたどの教材よりも難易度が高かったです。ただその分、自分はどういう音を聞き取るのが苦手なのか、音声は聞き取れたけれど意味理解が追いついていないのかとか、自分の弱点をはっきりと認識できる教材だなっていう感じでいます。ただこの時期は期間としては1ヶ月半ほどしかなくて、さらに転職に伴う引っ越しとか諸々の準備もあったので、Distinction 2000とともにこの時期を経て英語で完璧にコミュニケーションが取れるようになったというような都合のいい奇跡は起きませんでした。また実際に働き始めてみると勉強している段階では分からなかったこと、例えばネイティブの人でも聞き取りやすい人もいれば聞き取りにくい人もいるし、第二言語として英語を習得した人は私も含めてやっぱり発音の癖があったり、そういった違いに少しずつ順応していく必要があるなっていうふうに今では感じています。それでもDistinction 2000は今でも勉強を継続していて、取り組めば取り組むほど確実にリスニングだったり語彙力が上がっているなっていうふうな実感があります。レベルが高いだけじゃなくてボリュームもかなりある参考書なので、一周するだけでも正直大変ではあります。ただそれでも成長を確実に実感できるので、今後も継続して取り組んでいきたい参考書だと思っています。ちなみに働き始めてから実践している勉強法については別途動画にしてお話ししたいなと思っているので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。というわけで今回は36歳で英語をやり直して1年半で仕事で英語を使う環境にたどり着くまでに使った参考書9冊についてご紹介してきました。英語の参考書は毎年新刊が発売されていて、本屋さんに行けば数えきれないほどたくさんの教材が並んでいます。また今回紹介した参考書は私の好みも多分に含まれていますので、必ずしも皆さんにとってのベストなラインナップではないかもしれないです。ただ個人的にはそれぞれの時期に目的を持って継続して勉強していれば着実に英語力が身につくのかなというふうに思っています。私もまだまだ英語勉強中の身ですので、動画をご覧いただいている皆さんと一緒に成長していければなと思っております。今回の動画が今まさに英語を勉強している人や将来的に英語を使う環境で働きたいと考えている人にとっての参考になれば嬉しいです。今後も英語を使って働く中で感じたことや英語の勉強法などを配信していくので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録していただけるとありがたいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。See ya!